皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は、彼氏さんの ADHD についてお話をしましょうということで、まこちゃんの彼氏さんは ADHD を診断された人なので、ADHD について本人にいろいろ聞いていきたいと思います。ちゃんとやっぱいる存在が欲しいよね。手出して。いたわ。はい。じゃあとりあえずいろいろ質問をしていこうと思うけど、どっちの順番がいいかな。本人順番がいいかな。いや、母親順番がいいんじゃない？母親順番がいい？彼氏さんのお母様にもいろいろ聞いてもらったそうなので、いつ ADHD と分かりましたか？ママがなんか本を読むのが苦手だから、国語の教科書が読めない、自分の子供が、ちょっとなんかあるんじゃないかみたいな、で算数も異常にできない、で気づいたらしい。いつ？小学校3年生そうの時に気づいたんだ、で数学とか国語が読めないということに違和感を持ったママは、お医者さんに行きましたと。行きました。で診断をされたのね。1回じゃ診断されなかったらしい。あ、そうなんだ。で大きい病院行った方がいいね、細かく診断できるから、で鹿児島の大きい病院に行って、検査をして分かったって言ってた。じゃあ発覚してどう感じたか、これはママの気持ち？ママは発覚してどう思ったかってこと？そうママは発覚してどう思ったって言ってたの？単なるバカじゃないっていうのにちょっと安心したらしい。ああ、なるほどね。以上じゃあ僕ちゃんは当時小3の時に言われたの、ADHD だよって言って。記憶ないんだ。言われた記憶もない。でもママとしては言った記憶はあるみたいな。ママとしては言ったらしいけど。なるほどね。どういうタイプの ADHD ですか？当時はとか不注意が一番大きくて、そんなになかった小学校の頃。授業は全然教室で受けるし、なんか、その飛び出していくみたいなことはないし、歩き回るみたいなこともない。ない。なるほど。ただじゃあ集中力が続かないし、忘れ物多いし、言われたことも忘れるしみたいな。じゃあママさんが ADHD だと分かってやったことは何ですか？まず本読んだらしい。読み聞かせ？自分で ADHD の知識を得るために。当時は別に ADHD が有名じゃないからさ、ネットで調べても出てこないから、そういう本を片っ端から読んで、なんか実践したっぽいけど、自分が名前言っちゃう。別に言ってもいいよ。そうなの。そうちゃんに対してやったことみたいなのあんの？聞いたらめっちゃ出てきて、当時の自分は何も覚えてないからね。まずメモをすごい取らせられてたのは覚えてる。何でもすぐ。これ全く覚えてないけど、家に時間のボードがあって会社みたいな。で本当に必要なとこだけ書かれてる。時間に何時にこれしましょうみたいな。しましょうって。全く記憶ないけど、それもあったらしいし、掛け算ができなかったの。小4の時の1年間宿題が全部掛け算だった。今はできるの？今はできるよ。できる。できる。全部言える？全部言える。なんか言ってたな。メモしてないんかい。一番大事なとこ。本読めないって言ったじゃん。で本読めないから、漫画を渡されたの。一冊ね。自分のお母さんが漫画が好きだったから渡したのもあるし、漫画に興味持って小説読みたくなるだろうなと思う。でそこから国語の教科書とかも読めるようになるんじゃないみたいな。ちゃんとなったよね。そうなの？そこから本読めるようにはなった。今は興味がある本しか読めないってわけじゃなくて、興味のない本も読めるの？読める。読めんだ。じゃあ本読めるようになったのは中学校になってからくらい？いや、中学校の時はまだ大人になってからだね、ちゃんと読めるようになった。じゃあ本当に漫画本から入って
て、うんまあ学生時代はそこまでやっぱり読めることはできず、うんそのほら片付けするしないみたいな、うん汚いを汚いと思わないみたいなうんところは、どうやって汚れてるという認識をさせてもらえてたの？で認識は今もしてない別に。うん意識、これは汚いんだろうな、だからもうそれを習慣にする。例えばキッチンは料理が終わったらシンクまでちゃんと全部もうやるあーなるほどっていう、ね。もうそのルーティーンにしといたら治るんじゃない？じゃあこういう今めっちゃ埃も気にならないってこと？本当はこれはなる。気になるこれから気になる。光当たるとすごいですよ、すごいだからでもじゃあこれは汚れてるって認識になるんだ。なるじゃあこういうものがバーって散らかってんのは気になるの？なるあ、なるんだ。気になる。これは気になる。気になってるじゃん。違う、汚れてるとかじゃなくて、こういうものを散らばってるのが気づかない方かな、どっちかというと。散らばってるように思えないってこと？そうそう、定位置がないからまだ。多分その服たちの、脱いだ服がその辺に置かれてても、そいつに定位置がないから汚いと思わないの。じゃあ全てにおいて定位置を決めたら、それに合ってないと逆に気持ち悪くなるって感じ？そうなるほどね。じゃあ ADHD だと分かって後悔していること、かっこママは本人に ADHD っていうのを幼いながらも言ったらしいけど、そこは言うべきだったのか、言わなくてよかったんじゃないかみたいな。それはなんでって聞いた？自分は病気なんだ、そういうなんか脳の病気なんだよっていうのを小学校ながら受け止められるのかみたいなのもあったんじゃないかなと思うけど、しっかり忘れてる。逆に ADHD のそれも特性みたいな感じなんかな。そうじゃない？言われたことを忘れるみたいな。コンサータっていう集中力を持続させるための薬を飲んでたんでしょ、もうしょっぱなから。小5ぐらいから飲んでる。前ちょっと動画で喋ったけど、その薬を飲むことによって、食欲がなくなったり。そうでも集中力は続くなって思った思わない。飲んだことによってメリットは感じた？自分の中で記憶上。飲まない日がなかったから、絶対飲むの朝は、だからどうだろう、その飲んでない時と、飲んだ時の差が分かんないかも。あんまり分かってない。でも中2でやめたんでしょ？その後はどうだったの？中2でやめたのはもう勉強しなくなったからやめたみたいな。でもそれ以外にも集中しなきゃいけない場ってあるじゃん。なんだろう、例えば朝礼みたいなやつとか、そういう時は？あれは多動症だからね。多動症はないから別に。じゃあ黙るのもできる、全然。ぼーっとはしてられるってことか、ある意味。ぼーっともできない。じゃあ話は聞いてないけど座ってはられるってこと？座ってはられるけど聞いてない。そうなんだね、集中力か。でもほらスポーツはしてたじゃん、それへの集中っていうのは必要じゃん、ある意味。そういうとこはいいわけ？集中してなかった。スポーツもしてないしてないの？切り替えはあんの？そこにスポーツに対しての切り替え。ない。はい、始めます。はい、どうもみたいな。お疲れ様でしたって感じ。試合終わってましたみたいな。マジ？おもろ。次そうちゃんパターンね。辞任した時、自分が ADHD なんだって聞かされてはいてたけど忘れてました。でも自分って ADHD なんだって自覚した時っていつだか覚えてる？ちゃんと辞任したのは、その大きい病院に行った時だ。ちっちゃい病院をこう転々として最後に大きい病院に行ったの。でこの大きい病院にはやっぱ自分により強めの人がいっぱいいて、自分はこっちの分類の人なんだってのを感じた、そこで。それがいくつのくらいの時？それ小3の後半だね。小4に上がる前。じゃあその時はなんとなくそういう感じの人と一緒なんだっていうのは分かったってこと？そう、なんか積み木立てたりとかさ、絶対にしないじゃん学校でそんなこと。そういうのをさせられて、なんか親とも話してるからさ、空間認識能力が低いですねとか、よくよく考えたらただ緊張しててさ、空間認識能力低いですねって言われた時めちゃくちゃ高いね、どっちかというと。数学より図形のが得意だからさ。
積み木が何個あるでしょうって思ってる、あれめちゃくちゃ得意だから。ただ本領発揮できなかったその時は。その時はねじゃあ ADHD と診断されたっていうことで良かったことはある？自分の自覚的に。別に大してないじゃあ学生時代に ADHD だったことで困ったこととか嫌だったことはありますか？給食を全部食べられない。薬のせいでね。薬のせいでうん食欲湧かないし、うん美味しくないんだよ、うんそもそも給食が、喉も通らないで、それが一番きつい。123年生は飲んでないじゃん薬を。4年生その時は美味しいって思ってたの？記憶ある？でも全然全部食べてた。本当薬飲み始めてから食べれなくなったの？いや薬を強くしてからだ。強くして食べれなくなった。中学校1年生の時に急に強くして、そこから食べられなくなった。じゃあ残してたの？泣きながら食ってたよ。中学校の時も、昼休み使って。先生は理解してないわけ？ AD 先生たちもみんな理解してる。してるけどご飯は食べましょうみたいな感じ？ちっちゃい学校だったからみんなで1、2、3年生で食べるから。中学校の時も？中学校。あ、そうなの？そう。それだけ？ご飯それだけって言ったらあれだけど、ご飯食べれなかったくらい？だから極端にできる教科とできない教科が差が激しかったぐらい。できない教科があった時はどうしてたの？もうできないもうできないの。授業とかは受けはするわけでしょ？受けはする。一応参加はするわけ？する。でもテストとかが取れないってこと？取れない。何点くらい？例えばすごい理科が得意だったから、理科が例えば98とか取っても、英語は20なの。得意な教科は何だったの？まず5教科だったら国語得意？苦手。数学意外と得意。数学意外と得意。あれ掛け算できなかったのに？だから掛け算も分かってるからそこからの伸びがすごかったんだと思う。数学はでも掛け算以外出てくる？出てくるけど急になんかじゃあで英語がダメで、理科が得意で、社会は？社会は普通。英語が一番もう無理。どのパターンでは無理？なんかヒアリングはできますとか。全部できない。全部できないんだ。国語はでも文字が読めるようになったのは大人だったわけじゃん。でも読解問題みたいなのとかあるじゃん。それはできたの？できた。全部読まなくてもいいじゃんあれは。ポイント的にね。ポイントが大体わかるからそこだけ頑張って読めばできるから。で本当に不得意教科は英語だけだったの？そう。じゃあ全然楽しいじゃん。楽しいじゃんっていうか全然大丈夫じゃん。専門はどうだった？いや大して普通だよ。自分のだってやりたいことやってるだけだから。専門専門はテストで受かったわけ？高校のそのままのなんかこういうやつよ。エスカレーター方式みたいな。高校はでも受験？高校は受験。英語だけダメで受かったみたいな。英語なかったんだ。英語ないんだ。面接はあった？面接あったかも。面接みたいなのは得意なの？当時は苦手だったかも。集中してないから言われたことを理解できる、できないみたいなそういうのはないわけ？だから質問が9割しか頭に入ってこないから、聞き返せないじゃん面接で、どういうことですかって、だから苦手。今は9割だけど多分あの当時はもっと6割ぐらいしか聞いてないから、もう多分苦手。なんかすごいしんどかったなとか辛かったなって思い出は別に大きくはないってこと？あの当時は変わってる子だなっていう目で見られてるんだろうなっていうのはあった。ずっと。それへのしんどさはないわけ？ちょっとしんどい。しんどいんだ。しんどかった。じゃ社会人になって同じように困ったこと嫌だったことは？ない。ない社会人は恋愛とか、その人間関係はちょっとあるけど、仕事面とかではまだないかも。でもその集中してない中でミスするとか怒られるみたいなことはないわけ？集中しないようにしてる。集中しなくても仕事はできるってこと？できるぐらいの量にしてる。今はね。それも自分で決めれる、決めれるっていうか決めれはしないんだけど、自分の得意だな興味あるなという仕事に、自分から応募して、受かったらできることもあるけれど、でも実際に入ってみたら
全てが全て自分がやりたいことじゃないこともあるじゃん。うんうん求められることがあって、ペースがあって、うんそれに順応していかなきゃいけないっていうことが、仕事の中でも起こりうるけど、そういうところでなんか辛いなみたいなことはなかったっけ？失敗したなとか怒られたなとか理解されてないなみたいな。ないんだ。ないそれは自分がそういう風に変えれてるからってこと？うんうん、順応できてるって感じ？うん、順応できなくて困ってる人たちがいるわけだからね、結局。うん、じゃあ日常生活で困ることとか嫌なことはありますか？あるかな。ある？今？別にない。ないかもな。だからその言ってもう1秒後には忘れてるとかっていうことは確かに多々あるけど、うん、でもそれはもう一回言えばいいだけの話だからね、こっちが言えばいいだけの話だし、その忘れ物をするっていう時にだから最後にまたこっちが「持ちましたか?」って聞くじゃん。持ってない、持ちましたっていうことがで解決できてるから、そうちゃんの集中力的な忘れ物する的なところはそこでカバーできるのかなって思う。波動とか衝動とかないと言いながらも若干はあるでしょ？自分でもそれはある。その黙ってられないというかさ、慣れてないところだとちょっと動きたくなるとか、ずっと座ってられないとかっていうところは別にこっちが困ることは何もないじゃん。わかんない。もし映画館とかでだって別に動き回るわけじゃないし、こう動いちゃいけないよっていうところで動き回ることはしないじゃん。すごい汗かいたりするけど、でもそれだったら別にこっちには何の問題はないし、衝動的なものに関しては外に出かけたくなったらすぐ外に出かけるわけでしょ。調べたくなったら調べたくなる。それ以外なんかある？そこぐらいじゃない？その2つぐらい。そんなものはおいだって気になったらすぐ調べたくなるし、出かけたくなったら一人で出かければいいだけの話だし。それが嫌な人もいるじゃん。今出かけないでって。私なんか毎回調べられるのもうざい。でも前言われたし。毎回調べられるのうざいの？このご時世みんな調べてるでしょ。なんでをたくさん、だからなんでそうなったのって聞いちゃう、相手にも聞いちゃうから、なんでそう思ったの気になるからね、単純にね。なんで成人がうざいってのは言われたことある。ちっちゃい子みたいにね、なんでってなるから。いや別に私もなんで成人だから何も気にならない。なんでってこれためになるかな。お前 ADHD じゃないだろうって言われたらどうする？診断書持ってくる。本当に。それ治ることはないのかな ADHD って。治ることはないと思うけど、親には気にしないでって言われた。そうなん。じゃあ ADHD とのうまい付き合い方、この苦手なことを克服する仕方、自分が意識してるやり方。定期的に書き出す。書き出して自分が今何を考えてるのかバーってただ書くの。ぐちゃぐちゃに書くの。本当脳をそのままポンと書いてるだけ。それを見ながら客観視するの。自分は今こういうことがしたいんだ。だならこうしないといけないんだ。でずっと繰り返してたらこうなる。例えば仕事のこともそうだけど、日常的お片付けとかの習慣づけとか位置づけとかそういうのも含めて。そう言ったことが一回できるものもあるから、あれは多分親からのそのメモを取りなさいよとか、そういうのが生きてんじゃないかなって思うけど。みんながみんな一緒かわかんないけど ADHD のねお子さんを育ててるママとかパパに関しては、それ忘れる系の子だったらやっぱメモを取らせるって大事だと思うってこと？当時はそんなに必要ないだろうと思ってたけど、やっててよかったなっていうのはすごい思う。じゃあ ADHD で良かったことってある？過集中できること。逆に短時間でもね。そうコントロールできるようになってくるの。どんどん過集中したい時としたくない時は、会社では集中 20% を使って仕事ができる。でも 20% 以上使うと疲労がすごくいいらしくて、
急に電池が切れるみたいな感じになっちゃうから、あんまり過集中をしないようにはしてるけど、でも本当に必要な時に過集中できるから、めっちゃ過集中はどっちかというと良かったなって。マックスできる集中時間って決まってんの？いや決まってない。もう 20% が続く限りはできるってこと？うん。私はさ、見てて好きだなって思ったことに関してはそれこそ調べたり、知ろうとすることをすごくするじゃん。そうなの？なんか要は0-100って言うけどさ、好きだなとか興味があることに関しては一旦こう100まではいかないけど自分の中で落とし込めるくらい理解できるまでやろうとしてるんだなっていう感じはあるから、それはすごくいいことだなって思う。結局それはだって身になることじゃん、自分に対して。それが1個だけじゃなく、また時間が経った時に新たなそういったことが興味が湧いたらどんどん自分にとって得意なことが増えるっていうことでしょ。だからそれはめちゃくちゃいいことだなって思うけどね。それが ADHD の特性なのかちょっと分かんないけど、そうちゃんの性格なのかどうかがね、だから分かんないわけ。私はそうちゃんの性格なのか ADHD なのかみたいな、全然なんだこいつとも思わないし思わないし、ただでもそのできないことに関しては ADHD だから忘れちゃうとか、こう覚えが不得意じゃないけどこう気にすることができないっていうことは、確かにそうやって言われた方が、なんで何回も同じこと言ってるのに理解できないのとか、前も言ったよねとかっていうことには私はならないから、そこはある意味ちゃんと診断されてるから、じゃあそうなんだね、じゃあ別に毎回言ってもいいんだみたいな、なんで毎回言うんだよってなられるのも嫌なわけ。でも毎回言われてしまったっていうことにはならない。言ってほしいもん。それ前も言ったじゃん、何回も言わないでよとはならないでしょ。だからそれがあるから言えるって感じ。確かにこう何回も言うのが嫌だっていう人もいるけど、それは何回も言ってもお互いが不快にならないんだったら別に何回も言おうかなって感じ。それくらいかなって思う。その私が感じる ADHD っぽさみたいな、それ以外は個人個人が気になるポイント気にならないポイントってあるじゃん。その掃除にしても汚れにしても、それはなんかそれぞれの性格なんだろうなって思う。その片付けれる片付けれない綺麗汚いの差っていうのは、多動がない分目に見えないっていうのもあるのかもしれないね。そうかも。初めての時は目に見えてたけど目に見えてさ、だから初めてこん家に来た時はもう座ってられないからもうずっと立って喋るみたいでさすごい違和感があったけど、別にそれくらいかなって思う。なんか新しいところ行く時はどうなるんだろうなっていうのはちょっと気にはなるけどね。落ち着いてられんのかなみたいな。でまだその経験がないからちょっと座ってよみたいなのはさないから、まだ分かんないけど、私のこのバシバシ言う性格には合ってんだろうなって思う。そうかも。響かないわけでしょだって、響かないはちょっと語弊があるな。ちょっと聞いてないやつみたいになっちゃうから。聞いてはいるんだよ一応。私も自分が好きなことは極めたいし、ある意味こう極めてる人に興味を持つ、自分のない知識とかできないことができる人とかに興味を持ったり、自分ができないことがすごくできるっていいなって思う分、それがある意味特性がいい方に向いてんのかなって思うけどね。仕事も恋愛もプライベートもマジ環境によって変わっちゃう ADHD 多分。いい方に向かうこともあれば、悪い本当にダメなとこに向かうこともある。じゃあその ADHD の、恋愛は人それぞれだと思うけど、仕事に関しては、やっぱり自分が多分悩むじゃん。そのどういう仕事に就いたらいいんだろうなとか、仕事していけんだろうかみたいな、どういうことに就くことがいいと思う？自分価値があるなって思える仕事。今の仕事はデザイン会社だけど、動画ができるから入れてくださいって入れてもらった。動画の仕事はないのにね。価値じゃん。動画をできる
人が自分しかいないから、うん、頼られるとやる気が出るから ADHD って、うんうんだからその頼られる環境に入れるか入れないか、安定的に、これが一番大事だと思う。どっちみちでもその自分が何か得意なことというかさ、できることは身につけてないと難しいよね。そうなったら身についてると思うよ。誰かしらは、誰かしら何かは ADHD の人は、特化してる何かがあると思う。その価値を生かせるものについた方がいいっていう、その価値と同じとこに行っちゃダメなんだと思う。多分それが同じできる人のとこに行ってもダメなんだと思う。だから動画編集できるから動画編集する会社に行ったらダメってこと？そう喜ばれないから。動画できて当たり前の会社だから。それはさ、でも見つけなきゃいけないじゃん、自分で。私がオンリーワンですよこの会社ではっていうところを見つけて、でも雇ってくれるかはまあ難しいよね。難しい。その提案力もあるによるじゃん。なんでその今のデザイン会社には動画が必要かっていうのをちゃんと伝えられるかにもよるじゃん。でも動画編集は募集してたの、その当時？してない。してないの？なんなら求人も出してない。出してもなかったの？またピンポンで行ったわけ？えぐっだから Mac しか触れないからさ、で Windows 系が多かったけど、そこ唯一 Mac の会社だったからデザインが、そこだと思って。それは何？自分が動画編集をする中で、自分のこの仕事を活かせたらいいなって思って、興味ある仕事場を探して会社探して検索して、こういうとこあんだみたいな、なんかここなら俺オンリーワンいけそうだな、ピンポンみたいな、すいません、なんか募集はしてないと思うんですけど、こういうことできて、ここで働きたいなと思うんですみたいな感じ、でも面接で感じが悪かったわけでしょ、って言われた。でもやっぱそのプレゼン的に響いたものがあったから入れてもらえた、って言われた。素晴らしいじゃないですか。もうなんかADHD っぽくなくて、私からしてみたら ADHD の人のためにいい動画になってんだろうかとは思うけど。なってないかもしれない。でもやっぱり自認することは大事だよねってことだよね。まず、診断をそうかなって思うお子さんもそうだし、今自分も本人もそうだけど、やっぱ診断してもらうことでなんかもう一度じゃあこうしようかああしようかっていうことがあると思うから、自傷っていうこととかそう診断されたらどうしようっていうことではなく、まずは自分がどういう人なのかっていうのは知るのは大事ってことだよね、ちゃんと。別に薬は飲まなくてもいいと。母親的には効果あったっぽく見えるらしいけど、自分的には別に。だから自分なりのルールを決めることで集中ができたり、ルーティン化するみたいなことがあると。あと苦手なことをしない。学校の時は無理じゃん。基礎だけできればいいってママも言ってた。そうね。そういうことでためになりましたでしょうかということで終わりたいと思いますまたなんかでも聞きたいことがあればね、皆さん聞いていただければ答えてくれるので、私じゃないけれどよろしくお願いします。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとお手で出してちゃんと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。